さて、ここからは任天堂が今後予定している任天堂 3DS のソフトについてお話しします。まず最初にご紹介するのが11月3日発売のスーパーマリオ 3D ランドです。携帯機での 3D マリオはスーパーマリオ 64DS で多くの皆さんに遊んでいただきましたが、今回はさらに立体視が加わり、コースもシステムも全て完全新作です。マリオファンのお客様の中にも 3D マリオソフトは難しくて遊べないんですよというふうに感じておられる方が少なからずいらっしゃるようなんですが、今作ではステージ構成、そしてカメラコントロールを工夫することでどなたにも気軽に遊んでいただける携帯機に合わせたゲームに仕上がったと思います。もちろん腕に自信のあるお客様にも攻略しがいのあるゲームになっていますので、ぜひご期待ください。宮本とも話しているんですが、従来の 3D マリオの長年の課題を解決した新しい 3D マリオのスタイルができたという手応えを感じております。次にご紹介するのが12月1日発売のマリオカート7です。今度のマリオカートはレースの世界が空や空中にも広がります。またカートのフレーム、タイヤ、グライダーを組み合わせて自分好みのカスタムカートでレースに参加できます。1秒60フレームの実現にこだわったということと合わせて、任天堂 3DS の裸眼立体視の魅力を最も自然に受けられる、そういう恩恵を受けられるソフトに仕上がりました。マリオカートの最大の楽しみである対戦を楽しんでいただくため、対戦機能もさらに充実しています。近くの人とのローカル通信はもちろん、インターネット通信でも最大8人で対戦ができます。またホームメニューのフレンドリストから自分のフレンドが遊んでいるところに合流する機能も新たに加わります。またこの機会に来年展開するマリオシリーズのソフトについてもいくつかご紹介しておきたいと思います。まずマリオテニスです。今作のマリオテニスはこれまで慣れ親しんでいただいている操作方法に加えて、任天堂 3DS 本体を垂直に構えることでシームレスにジャイロセンサーを使ったプレイモードに切り替えます。このモードではカメラがキャラクターの背後に回り、本体を動かすことで自在にコースの内訳ができるようになるなど、直感的かつ奥深くダイナミックなプレイが楽しめるようになります。次にペーパーマリオです。紙のようなペラペラな世界で冒険を繰り広げるペーパーマリオの世界は任天堂 3DS の立体視と相性が大変よく、重なり合う表現というのが分かりやすくなるのと同時に、どんどん新しいゲームのギミックも生まれています。表現がリッチになることが単にそこにとどまるのではなくて、ゲーム性の拡張にもそのまま生きるというのは魅力的なゲームができる時の大変良い流れですので、来年の発売をどうぞご期待ください。次にルイージマンションです。お化け屋敷と化したマンションをマリオの双子の弟ルイージが探索するルイージマンションの新作で、2001年に任天堂ゲームキューブで発売された時以来11年ぶりに完全新作として来年復活することになりました。今作の舞台はバリエーション豊かな複数のマンションで、臆病なルイージが懐中電灯ではなくストロボライトでお化けを驚かし動きを止めて、お化けを吸い込むオバキュームを手に住み着いたお化けをに立ち向かうゲームです。テーマと立体視との表現の相性も良くて、任天堂 3DS で豊かになった表現力と合わせて大変魅力的に仕上がってきました。